勝率 50% でもリスクリアドが2を切ってくると破産確率が一気に上昇してくることがわかります。金融先進国というとやはり欧米、特に米国と英国ですが、英語圏の情報を見ると一番多いのが1回のトレードでリスクを取るというものです。はい、皆さんこんにちは。今回の動画のテーマは、継続的に利益を出し続けるためのロットサイズの計算方法。FX やトレードは運用資金に対して適切なリスクを取り、短期間で取引を繰り返すことで資金を増やしていく資産運用の手段ですが、リスクを取りすぎてしまうと、数回の負けトレードで口座を破綻させてしまったり、一方で勝っているトレードでは利益を適切な水準まで伸ばさないと、勝率が高くても資金が増えないことがあるなど、資金管理の考え方は非常に重要です。また運用資金に対して毎回のトレードで一体どれぐらいのリスクを取ったらいいのか目安がわからないという方も多いかと思います。そこで今回は資金管理の教科書と題して運用資金に対する適切なリスクの割合の考え方、毎回のトレードでのロットサイズの計算方法など、この動画1本で資金管理の重要な考え方が全てわかるように網羅的に解説します。口座を飛ばしてしまうということが多い方、適切なリスクやロットサイズの計算方法を知りたいという方はぜひ最後までご覧ください。まずは資金管理ではそもそも何なのかというところからおさらいをしていきたいと思います。資金管理というのは運用資金のサイズに応じて適切なリスクを取り、かつ損失を利益に対して小さく抑えるようコントロールしていくことを言います。もう少し具体的に言うと、エントリーしてポジションを持つ前には、損切り位置と利益確定の目安をあらかじめ決めておいて、損切り位置までの値幅に対して許容損失額を設定し、そこから取引のサイズ、ロットサイズと呼ばれるものですね。こちらを計算します。そこまでしてからエントリーを行うというのが基本です。こちらのチャートを使って例を説明していきたいと思いますが、今仮にこのポイントでエントリーをしたとします。そして損切り位置をここのポイントに設定し、利益確定の目安をここのポイントに設定したとします。そうすると今損切り位置までの値幅が20ピップス、利益確定の目安のポイントまでが40ピップスということになります。この損失幅と利益の値幅の比率のことをリスクリアードと言います。今は損失幅20ピップスに対して利益幅は40ピップスということになりますので、リスクリアードは2ということになります。そしてエントリーしてから逆行して損切り位置のポイントまで価格が到達したとします。その時にいくらまでの損失であれば損失として受け入れられるか、その金額のことを許容損失額というふうに呼びます。例えば今回の場合であれば、エントリーしてから損切りポイントまで到達した場合、この損失額を1万円に抑えたいということであれば、許容損失額は1万円ということになります。そしてこの許容損失額に収まるようにロットサイズを事前に計算しておく。そしてそのロットサイズでエントリーをするというのがエントリー前に必ず行わなければいけない作業です。そしてエントリーした後に価格が損切り位置まで到達した場合は必ずそのポイントで損切りを行い、また逆に利益が伸びた場合はできるだけ利益を伸ばしていく。そして損失額を利益に対して小さく抑えるようにコントロールしていくことが資金管理で最も重要な考え方となります。この点に関しても言葉だけだとなかなかイメージがつきにくいと思いますので、こちらの図を使って補足をしていきたいと思います。先ほどと同じように、毎回のトレードでの許容損失額を1万円と設定してトレードを行ったというふうに仮定します。そして利益の方なんですけども、今回は許容損失額の2倍、つまりリスクリアード2のトレードを行ったというふうに仮定します。利益が2万円に到達した段階できっかりと利益確定を行うというふうに捉えてください。そして同じ条件でトレードを5回繰り返して結果がこのようになったというふうに仮定します。最初の2回が勝ちトレード、残りの3回が負けトレードになったとしましょう。まず勝ちトレードの方なんですが、今回は許容損失額の2倍に達したらきっかりと利益確定するということになりますので、勝った場合の利益は2万円です。それが2回ありますので、勝ったトレードの利益は4万円ということになります。一方で負けトレードの方なんですけども、負けた場合はこの許容損失額1万円できっかりと損切りを行うことになりますので、1回の負けトレードの損失は1万円となります。それが3回ありますので、3回の負けトレードの損失は3万円。利益は4万円に対して損失が3万円ですから、合計損益はというと、プラスの1万円ということになります。そして勝率の方を見てみると、5回トレードして2回勝ってますから、勝率は 40% です。つまり勝率は 50% を切ってるんですが、このように利益は残るという形になります。もちろん勝率が上がった場合というのは、この合計利益の金額が上がっていくことになりますし、同様にリスクリアードが上がった場合もですね、この合計損益の金額が向上していくということになります。このように損失額を利益に対して小さくなるように常にコントロールしていくことで、全体として利益が残る。これがトレードにおける資金管理の最も重要な考え方となります。このように利益が残るという考え方が非常に重要で、100% 勝てるということがない以上、勝った時はですね、できるだけ利益を伸ばして利益を積み上げておいて、一方で負けた時というのは損失額を常に一定額で固定するからこそ、トータルで見た時に利益が出る。これが FX やトレードで利益が出る仕組みということになります。
それではもう一度こちらのチャートに戻って説明を続けていきたいと思うんですけども、今例えば200万円の運用資金を持っている人がいたとします。で、今回は例えば損失幅に対して許容損失額を2万円に設定するとします。つまりエントリーして逆行して損切りポイントまで到達しても、この損失幅が必ず2万円以内に収まるように許容損失額を設定するということです。そうすると200万円に対する2万円なので、1回のトレードで 1% のリスクを取っているということになります。では、この許容損失額ですね、運用資金に対して一体何%のリスクを取るのが適切なのか、ここが今回の本題ですので、ここからはそのお話をしていきたいと思います。金融先進国というと、やはり欧米、特に米国と英国ですが、英語圏の情報を見ると一番多いのが1回のトレードで運用資金に対して 1% から 2% のリスクを取るというものです。ただこれも運用する組織や人によって多少ばらつきがありますので、人によっては 0.5% にすべきという人もいますので、大体この幅が多いというように捉えてください。また投資の場合は異なります。今回のお話はあくまでデイトレードやスイングトレード、スキャルピングなどの短期取引の場合です。それからもう一つですね、リスクをどれぐらい取るべきなのかという点で参考になるデータを紹介したいと思います。それがバルサラの破産確率というものです。破産確率というのは1回のトレードでの運用資金に対するリスクの割合と勝率とリスクリワード、この3つの条件を変えたときに資金を失う確率を算出したものです。ナウザー・バルサラ氏によって生み出され、このような表で表現されます。まずこの表の見方なんですけども、一番左上のところにですね、許容損失額というのが書いてあります。今回 1% の表になってますが、この許容損失のパーセンテージと勝率とペイオフレシオ、この3つの条件が変化したときに破産確率がどう変化していくか、それが表の真ん中に書いてあります。後ほどですね、この許容損失が変化した時の表の変わり具合も確認していきます。それから勝率についてはいいですよね。5回トレードして3回勝てば勝率は 60% です。それからペイオフレシオというのは一定期間のトレードにおける平均利益と平均損失の割合のことです。動画の前半でリスクリワードという概念を説明しましたが、リスクリワードというと1回のトレードの損失と利益の割合を指すことが多いように思いますので、その意味で言うならば、ペイオフレシオはリスクリワードの平均値というふうに捉えることができます。では破産確率の表を細かく見ていきたいと思うんですが、まずこの赤のゾーンが破産確率が 100%、つまり危険な領域ということになります。で、一方で緑の部分なんですが、これが破産確率が 0%、つまり安全な領域ということになります。全体見るとですね、緑の領域の方が多いということがわかります。特に勝率 50% より右側の部分でその傾向が顕著でしょう。はい。勝率 50% でリスクリワードが1より大きい成績を取れていれば、破産する確率はほぼゼロです。またリスクリワードが3であっても、勝率が 20% 以下になると 100% で破産となっているほか、勝率が 80% でもリスクリワードが 0.2 だと同じく破産 100% になってますので、リスクリワードと勝率のバランスが重要だということがわかると思います。はい。実際にですね、リスクリワードが3で勝率 20% の場合というのを検証してみたいと思います。はい。では、こちらの表を使って例を見ていきたいと思います。今回は運用資金を100万円。それから許容損失 1% ですので、1回のトレードで取るリスクは1万円ということになります。そしてリワード、利益の部分なんですが、リスクリワード3を狙うということになりますので、勝った場合の利益は3万円ということになります。で、仮に5回トレードを繰り返して結果がこのようになったとします。1回目のトレードが勝ち、残りは負けとすると5回トレードして1回勝ちですから勝率は 20% ということになります。では合計の損益見ていくと、まず勝った場合ですね、リスクリワード3のトレードということになりますので、利益は3万円です。で、一方で負けトレード4回ありますが、1回のトレードでの損失は1万円に固定しますので、マイナス1万円が4回でマイナス4万円、利益3万円に対して損失が4万円ですから、合計損益はマイナス1万円ということになります。で、今5回のトレードでの結果しか表示してませんけども、同じ条件で10回、20回、100回と繰り返していけば、この合計損失が積み上がっていくことになりますので、トレードを繰り返せば繰り返すほど、この運用資金が徐々に減って、最終的には口座破綻になるということから、破産確率 100% になっているというふうに見ることができます。で、今回は損失額に焦点を絞ってお話をしていますが、このことは破産するかどうかに限らず、トレードで利益を残せるかどうかについても同じ考え方です。詳しくはこちらの動画で紹介していますので、今回の考え方ですね、今まで知らなかったという人は、こちらの動画も合わせて視聴して検証してみてください。それでは続いて許容損失が 2% の場合の破産確率について見ていきたいと思います。こちらがその表なんですが、1% の時と同様にですね、勝率 50% 以上で
リスクリワード 1.2 より大きい成績を取れていれば破産確率はほぼゼロになっています。よほど30連敗とか50連敗とかしない限りは資金を飛ばす確率は非常に低いということです。中長期投資もトレードも共通していることですが、長い間資金を運用していれば連敗が続いたり、マーケットが変化する、調子を落としてしまうなど様々な理由により資金を減少させてしまう期間であるドローダウン期間というのは必ず存在します。このように考えると、許容損失 1% や 2% というのは長期的にかつ継続的に資金を増やしていくための適切なリスク水準ということができると思います。ちなみに許容損失を一気に 10% に引き上げたときに破産確率がどのように変化するかも見ていきたいと思います。こちらが許容損失 10% の場合の破産確率の表なんですが、パッと見ですね、緑の領域が減少していることがわかると思います。一番大きな変化は、勝率 50% の境で破産確率が0になる領域が減少しているということです。許容損失 1% や 2% の場合は、50% の勝率であっても、リスクリワードが1より大きければ破産確率はほぼ0であったのに対して、許容損失 10% の場合に関しては、破産確率をほぼゼロにするためには、勝率 50% でリスクリワード2以上が必要になります。また、黄色の領域で示した破産確率が1桁の台も大幅に増加しています。コイン投げと同じ勝率 50% でもリスクリワードが2を切ってくると破産確率が一気に上昇してくることがわかります。このことは、勝率 50% でリスクリワード2が目をつむっても取れるという人にとってはそこまでの脅威ではないと思いますが、そうでない人にとっては 10% のリスクというのはかなり大きいということがわかります。200万円の資金で例えるならば、リスク 10% ということは毎回のトレードで20万円のリスクを負っているということになりますので、感覚的にもかなり大きいということがわかるんではないでしょうか。3連敗が間に勝ちトレード挟んだとしても3回連続で発生すると、ほぼ資金が底をつくという状態になります。それではここまでのお話をもとにして、実際にエントリー前に適切なロットサイズを計算する方法を解説していきたいと思います。今回は動画の中で紹介したように、1回のトレードでのリスクを資金の 1% としたいと思います。また運用資金は200万円とします。そうすると、毎回のトレードの許容損失額は200万円の 1% ですので、2万円になるということになります。では、この許容損失額をもとにロットサイズを計算する方法を見ていきたいと思いますが、ロットサイズはこの計算式で求めることができます。まずはドル円やユーロ円やポンド円などのクロス円と呼ばれる通貨の場合ですけども、ロットサイズは日本円で定義したこの許容損失額を損切りまでのピプス数で割ります。そしてその後に100をかけます。この100という数字なんですけども、1ピプスあたりの金額の逆数ということになります。ドル円やクロス円のレートを見ると、151.16 のように、小数点第2桁まで伝えられることが多いと思いますが、この小数点第2位の数字が1ピップスということになります。つまりドル円やクロス円においては1ピップスというのは 0.01 円ということになります。ですのでその逆数である100をかけているということになります。そして最後に単位ロット数あたりの通過数で割るという計算式になります。単位ロットあたりの通過数というのは1ロットが何通貨で定義されているかというものです。この数値は証券会社によって異なります。1ロットが10万通貨として定義されているところもありますし、1ロットが1万通貨や1000通貨で定義されている会社もあると思いますので、ここの数値は各証券会社の定義を確認してください。続いてユーロドルやポンドドルなどのドルストレートのロットサイズなんですが、日本円で定義した許容損失額を損切りまでのピプス数で割ります。ここまではドル円やクロス円と同じです。そしてその後に1万をかけます。この1万という数字なんですけども、ドルストレートにおける1ピップスあたりの金額の逆数ということになります。例えばユーロドルのレートなんですけども、1.08223 というように小数点5桁まで伝えられることが多いと思いますが、この小数点の第4位の値が1ピップスとなります。つまりユーロドルやポンドドルにおいては1ピップスは 0.0001 ドルということになりますので、その逆数である1万をかけているということになります。そしてその後なんですけども、単位ロットあたりの通過数で割るということになります。ここはドル円やクロス円と同じです。そして最後ですね、日本円に換算するためにエントリー時のドル円レートで割るということになります。はい。それではこの計算式を使って実際にロットサイズを計算してみたいと思います。動画の前半で紹介したこのユーロドルのチャートを使って、ここの足のところで入ったとします。ちょうど2024年4月3日の22時の足のところでですね、エントリーしたというふうに仮定します。あらかじめですね、ドル円のレートも確認しておきたいと思います。同じ時間帯のドル円のレートを見ると、
151.916 となっています。ではこれを使って計算していきましょう。まず今回は許容損失額を2万円にしていますので、2万と入力します。そして次ですね、今回は損失幅を20ピップスにしていますので、これを20で割ります。そしてその後、今回はユーロドルですから、ここに1万という数値をかけます。次ですね、単位ロットあたりの通貨数で割ることになりますが、今回は1ロットを10万通貨と想定して、10万で割り算を行います。そして最後ですね、日本円に換算するために、先ほど確認したドル円のレートを 151.916 で割ります。はい、そうすると 0.658 という数値が出てきます。ロット数は小数点第2位まで入力できるブローカーが大半だと思いますので、第2位までの数値を使って 0.65 もしくは四捨五入して 0.66 というのが今回用いるロットサイズということになります。ただこの計算式結構複雑で覚えるの大変だと思いますので、簡単にロットを計算できるツールを公開しています。チャートツールにトレーディングビューを使っている方は概要欄にインジケーターのリンクを貼ってありますので、このインジケーターを使うとピップス数とロット数を入力することで許容損失額を調整することができます。試しに先ほど計算したロット数をここに当てはめてみたいと思うんですけども、まずこのピップス数のところには損切りまでの値幅を入力します。今回は20ピップスが損切り幅となっていますので、20ピップスというふうに入力します。それから一番上の項目なんですけども、これは口座の通貨を表します。日本円の口座を使っているという方は、ここから JPY 日本円を選択してください。そしてこのロットサイズのところに、先ほど計算した 0.65 というのを入力すると、そうするとこの右下のところにですね、0.65ロットで20ピップス動いた時の値幅というのが表示されます。今 19,749 円となってますので、ほぼほぼ2万円と等しい値になっているということがわかります。このインジケーターでは1ロットを10万通貨として定義していますので、0.65 ロットということは6万5000通貨ということを意味します。またインジケーターを使うことのできる対象商品も、為替の通貨ペアとコモディティの一部の商品に限られていますので、詳しくは概要欄のリンクを参照してください。またブローカーによって異なるスプレッドや手数料はこの中には含まれていませんので、その部分は手で上乗せするなり調整する必要があります。ただチャート上でこのように許容損失額からロットを計算できるツールになってますので、ぜひ使ってみてください。それでは続いてロットサイズを変更するタイミングについてお話をしていきたいと思います。ここまでのお話を聞いて、1回トレードして勝ったら次のトレードの許容損失額、リスクの取り方はどうするんですかという疑問を持つ方もいると思います。例えば初期の資金が200万円だったというふうに仮定して、この 1% をですね、許容損失として設定したというふうに仮定します。そして目標利益の水準をリスクリワードに、つまり4万円に設定して、実際に結果が勝ちトレードになった場合ですね、利益4万円となりますので、取引の後の資金は204万円ということになります。この時に次のトレードの許容損失額をどういうふうに設定するべきなのか、204万円をもとに 1% を設定するべきなのか、それとも初期の資金である200万円をもとに許容損失を設定すべきなのかという点なんですが、これに関しても唯一の絶対解というものはありませんので、いくつかの考え方を紹介したいと思います。まず一つ目の考え方なんですけども、1回のトレードが終了して資金が増えた、または減ったら、その最新の資金に対して再び 1% の許容損失額を設定するというものです。例えば今画面に表示している例の場合ですと、初回の取引終了してですね、取引後の資金が204万円になっていますので、2回目のトレードに関してはこの204万円の 1% ということで、2400円を許容損失額として設定するという考え方です。2つ目の方法というのが、2回目のトレードに関しても初期資金に対して許容損失額を設定し続け、資金の増加が一定の水準に到達したところで許容損失額を変更するというものです。はい。例えば今は初期資金が200万円でスタートしていますから、1回目のトレードの結果が何であったとして、2回目のトレード以降もこの初期資金の200万円に対する 1% ということで2万円を設定し続けるという方法です。そして例えば資金が 10% 増えた、20% 増えたというタイミングで初めて次のトレードの許容損失額を同じパーセンテージである 1% で計算し直すというものです。例えば200万円で運用を開始して資金が 10% 増えたというふうに仮定しましょう。この8回目のトレードの後ですね、取引後の資金が220万円になってますので、初期資金の200万に対して 10% 増加したということになります。この段階で初めて次のトレードである9回目のトレードの許容損失額を変更するというものです。つまりこの時点で資金は220万円になっていますので、220万円に対する 1% ということで 2.2 万円。2万2000円を許容損失額として設定するということになります。では今度は反対にドローダウン、つまり資金が減ってしまっている期間に突入した場合ですね。例えば資金が 5% 減ってしまった、10% 減ってしまったという時に、そういう時どうするかという点について見ていきたいと思います。
はい。まず一つ目の方法というのは、5% 減ってしまった、10% 減ってしまったという減った後の資金に対して同じ 1% のリスクで許容損失額を計算し直すというものです。はい。そしてドローダウンを抜け出したら元に戻すという方法です。例えば先ほどと同じように200万円の資金で運用を開始したとします。運用開始してから少し連敗が続いて8回目のトレードの後ですね、資金が 5% 減ってしまって190万円になったとします。今回使っている 5% というのはあくまで例ですので、これは 5% の場合でも 10% の場合でも考え方は同じです。この場合ですね、資金が 5% 減ってしまっていますので、次の9回目のトレードの許容損失額はこの190万円に対して 1% を設定する。つまり1万9000円を許容損失額として設定するという考え方です。はい。そしてその後ですね、見事3連勝が続いて、資金が当初の資金である200万円を回復したらドローダウン脱出しましたので、今度は12回目のトレードから再び初期の資金200万円に対する 1%、つまり2万円を許容損失額として設定するという考え方です。そして2つ目の方法なんですけども、これは何も変えないという方法です。つまり 5% 資金が減ってしまった、10% 資金が減ってしまったという後でも、次のトレードに関しては初期資金である200万円の 1%、つまり2万円を許容損失として設定し続けるという考え方です。少し連敗が続いてですね、調子が狂っているというように感じる場合であれば、一つ目の方法で紹介したように、少しリスクを下げて、とりあえずドローダウンを抜け出すことを最優先にするでもいいと思います。先ほどはこの減った後の資金190万円に対する 1% というふうに設定しましたけども、ここ何もですね、1% にこだわる必要はなくて、さらにリスクを下げて 0.5% にするでもいいと思います。そしてドローダウンを抜けたら元々設定していた許容損失のパーセンテージに戻すという考え方ですね。また別の考え方としては、2つ目の方法で紹介した通り、5% ぐらいだったらですね、すぐに戻せるので、これまで通りやるという考え方でもいいわけです。ですので、今回紹介した考え方の中で、皆さんご自身に合った方法を採用するというのがいいと思います。はい、ということで今回は資金管理の重要な考え方を網羅的に解説してきました。今回動画を作るにあたってキーワードにしたのが、長期的、継続的に資金を増やすという点です。投資もトレードもマラソンです。一時的に利益が出たところで、それが続かなければ意味がありませんよね。継続していれば技術が向上するチャンスはありますが、資金がなくなってしまえば継続することすらできません。その意味では動画の中で紹介した 1% や 2% のリスクというのは多くの国地域で言われていることですので、世界標準の考え方ということもできます。また一方で、いくつか指針となる数値というのはあるんですが、こうしなければならない、これが絶対に正しいという唯一解っていうのはないですので、一番重要なのは自分で基準を設けておくことと、それを守るということだと思います。特にビギナーの方であれば、1% のリスクも取る必要はないと思いますので、0.5% 以下にするなど、まずはリスクは最小の最小限にして、チャートの分析の方法ですとか、自分のトレードの型とか取引モデルをしっかり作る。これが最優先だと思います。また今回の動画に関連した資金管理の動画のプレイリストも概要欄に貼ってありますので、合わせて視聴してみてください。最後になりますが、今回の動画参考になったという方は、ぜひ高評価をいただけると次回以降の動画作成の参考になります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。